皆さんこんにちは。今回の動画はお待ちかねの方もいらっしゃるかと思いますが、ようやく1ヶ月ぶりに小型株の需給分析の更新を行いました。前回アップしたのが1月13日の動画ですので、その時にご紹介した小型株のその後の動きどうなっているか検証していきたいと思います。そんな小型株手出さなくても日経平均の大型株持ってりゃこちとら買ってんだよという方も多くいらっしゃるかもしれませんけれども、巷のニュースでも速報で出るような日経平均バブル後の高値更新となっている現状で、なかなか大型株高い銘柄というのは手を出しづらいと、そんな中で余剰資金どうしようかという方には、需給が逼迫している小型株、ある程度下がっても買い戻しが期待されるという面ではお役に立てるかもしれません。具体的な銘柄は今回も4、5銘柄ほどご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください。こちらは需給が逼迫している小型株がなぜ株価の急騰が起きるのかをご説明したロジックですけれども、このシリーズももう4回目になりますので、このロジックを長々とお話ししてもすでにご認識いただいている方が多くいらっしゃるかと思います。まだ知らないよという方は、このシリーズの以前の動画をご覧いただいて、ごくごく簡単にお話ししますと、ヘッジファンドが空売りをしている銘柄が株価上がっていくと、ポジションとしては取り崩せないので返せない。一方で株価上がっていくので、信用買いをしている個人は株価を返してほしいと思っている。あるいは減引きをするという形。左側と右側の両者で特定の小型銘柄に需要が集まるという状況ですね。ヘッジファンドは売りのポジションが損失出ている間は返せと言われても無理ですし、買いの方は利益を確定させたいような動き。しかしそもそも信用買いの株券を用いてヘッジファンドに貸しがしている部分もある証券会社からすると、このような状況では足りない。そんな時に場で買い集めてくるしかなくなった。そのような銘柄は株価の踏み上げ急騰が起きるという状況です。ですので、このシリーズで見ていくのはこのヘッジファンドの借りている状況と信用買いが行われている割合。この2つの面からデータ分析を行っていきます。具体的にどのようなデータを見ていくかと言いますと、半年間のデータを信用売買と空売り算の数量をそれぞれ棒グラフで流通株に対する比率を示します。0より上には売りのサイド、つまりヘッジファンドが持っているような空売り算、あるいは信用売りのデータですね。そして0より下のサイド、水色の棒グラフは信用買いの比率を示しています。これらの棒グラフ、近似直線を引いたときにピンクや青の直線になると、その傾き、勾配というのがデータとしてまず一つ目取れます。さらに直近の状況ですね。近似値。これは近似直線の一番近く足元の数値となります。それに対して実際のオレンジの棒グラフ、直近の比率、この差し引きをしたものの差、この4種類のデータが分析結果としてそれぞれ各銘柄に付与されますので、それを観測していくということですね。現状グラフの形としてはご覧いただいている例のように足元に近づくにつれて拡大している。そして下側の水色の棒グラフが少し落ち着いて折り返してきている信用買いが少なくなってきているような銘柄というのが踏み上げ直前の狙い目銘柄として挙げられるんではないかというような企画です。簡単にと言いながら結構長くなってしまい非常に申し訳ないんですけれども、ここからは前回1月の13日の動画でピックアップした銘柄をその後の結果検証していきたいと思います。先月年明けすぐにですね、それぞれのデータを用いて分析した際にご覧いただいている条件で、先ほどグラフでご覧いただいたように空売りのサイドで購買が0以上、直近の空売り比率が流通株に対して 50% 以上、そして近似直線を引いた時の近似値との差がマイナスの 10%。これはマイナスで取らないと前回のデータでは特段めぼしい銘柄が一つも上がってこないという状況、馬況でしたので、特例で少し水準を引き下げているという特例の数値です。同様に信用買いのサイドでも購買が0以上、直近の流通株に対する比率は 30% としてスクリーニングをした銘柄たちですね。ご覧いただいている数値すべて先月に分析した前回の数値となっています。そうすると出てきた銘柄でアベジャ、日本テレフォン。こちらは1月末に名称変更してリーユージャパンという銘柄に名前が変わっています。その他イントループ、トリプラ。ここまでの上から4銘柄をピックアップして具体的な株価をご覧いただきました。その時のグラフがこちらですね。それぞれ
空売りや信用買いの数量が週を追うごとに拡大している傾向というのがご覧いただけるかと思います。ですので、分析結果としての数値スクリーニングには、こちらグラフ上でも理想の形に近いピックアップができているんですけれども、その上でですね、いつも通り株価の水位をご覧いただいて訂正判断を加えました。そしてその動画をアップした直後1月15日からご覧いただいた皆さんには購入できる。実際には当チャンネルカモーラレが自身で検証しているわけですね。そして点線で縦に入っている1月15日の時点、ここまでが前回の動画で見えていた部分。そこより右側というのが1ヶ月経った現時点までの株価推移となっています。そうすると株価の推移、最も堅調に推移したのが左上のアベジャであることが一目瞭然ですね。右上のイントループ。こちらも3000円前後だったところから一時4000円まで上昇しています。一方で左下、リーユージャパン、日本テレホンと申し上げていた銘柄ですけれども、こちら450円から500円まで若干上がることありましたが、この500円の壁というのが非常に硬いようで、すぐに450円元の水準まで戻ってきてしまう展開。そして右下のトリプラ。こちらに関しては1600円前後から2200円まで非常に大きく上昇しました。そして前回の動画でこちらの4銘柄、今結果までご覧いただきましたけれども、数値でご覧いただきますとこちら。これまでの3回ですね。各回で4銘柄ご紹介して訂正判断、株価の推移を見て3銘柄あるいは2銘柄実際に買っていくと。すぐに買える時点からこちら購入日。基本的に土曜日に上げていますので、その次の営業日月曜日になることが多いかと思います。そしてそれぞれ購入した銘柄、一番左に購入フラグ1と入れている銘柄に関しては、売却した日までのパフォーマンスを入れています。一方で動画の中で訂正判断においてあまりこの銘柄は好ましくないと申し上げた銘柄に関しては購入フラグ0、若干薄い事態になっていますけれども、これは次の動画を上げるタイミングまでパフォーマンスを計測しています。そしてそれぞれの銘柄における騰落率、こちらで示している数値ですね。期間においては各銘柄、今ご説明した通りです。そうすると1回目2回目、9月と10月の分に関してはうまく訂正判断において地雷を回避していたんですけれども、一番下の第3回1月にご紹介した4銘柄ではあまりうまく選べていないという結果になってしまいました。前回の動画でそろそろ地雷踏みそうだなと申し上げていたんですけれども、地雷を踏んだというよりはチャンスの銘柄を逃してしまったという形でしょうか。4銘柄の中で一押しだったトリプラに関しては約 30% の上昇。一方でもう一つ購入の対象としていたリユージャパン、こちらに関しては結局未だ売却できずマイナス 3% となっています。そしてデータ分析では出てきたんですけれども、株価推移の訂正判断で購入を避けていたアベジャ、イントループに関してはそれぞれ約 70%、20% の上昇となっています。アベジャに関してはご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、AI 関連の銘柄で政府が具体的にですね、国産の生成 AI に関してアベジャを含む7社において開発を進めると、そういったニュースが出たこともあってかなり大きく上昇しました。データ分析においては19を見ていますので、これだけでそういった突発的な材料を拾っていくのはなかなか難しいことかと思います。本来は訂正判断の部分で株価の推移、空売りのポジションがどれくらい苦しいかというのを見るだけではなく、財務状況であったり経営面での期待というのも判断していかなければいけないんですけれども、その辺が至らなかったということで大変恐縮ですけれどもご了承いただければと思います。逆にですね、動画をご覧いただいている方の中でカモーラレが定量分析でピックアップしているけれども避けた銘柄の中に皆さんの訂正判断で期待値が高い銘柄というのがあれば、ぜひカモーラレが決めている購入フラグを気にせずに投資判断していただければ幸いです。それでは今度は今足元のデータで需給が逼迫している小型株というのを探していきたいと思います。先月はだいぶ空売りのポジションというのが比率的に低い銘柄が多かったので、ピックアップされる銘柄数少なかったんですけれども、1ヶ月経ってだいぶ状況が変わってきました。具体的にはスタンダード市場、グロース市場の銘柄からピックアップしていますので、流通株に対する空売りの比率であったり、信用買いの割合というのを先ほど 50%、30% と申し上げましたが、こちら当初第1回の時には
60%、40% というようなくくりで銘柄を探していました。一応今回も 50%、30% に設定はしていますけれども、例えばですね、左側の空売りサイドの直近比率、流通株に対して 60% という元々の水準を適用するのであれば、薄い水色になっている 5867S ネットワークスという銘柄、ここより上の銘柄が該当するという形になります。そしてこちらご覧いただいている表の中で、好ましいデータ、あるいは逆にあまり需給としては良くない方向のデータというのをまずは探していきますと、一番上モンスターラボホールディングスの空売りの勢いというのが非常に増している。近似直線よりも直近の比率があまりに大きな数値になっている場合というのは、空売り比率の増量というのがいつもの勢いにも増して足元で増えているという状況です。同様に下の2つの銘柄ですね。トゥーストーンサンズと南海化学。こちらチェックをつけた3銘柄が直近の空売り比率の増量が激しい銘柄となっています。また右側信用買いのデータのサイドで好ましいデータを探してみると、ちょうど真ん中ですね、デザインワンジャパンという銘柄。これが一番直近信用買いの比率が下がっている。これまでは積み上がってきたんですけれども、一旦折り返しているというようなトリガーになる可能性を秘めた状態です。一方で需給的にはあまり良くないデータ見てみますと、9425リユージャパン、空売りの比率がだいぶ下がってきました。また下から2番目のトゥーストーン&サンズ、こちらの信用買いのデータに関しては、徐々に拡大していく、あるいは折り返してトリガーになるという状況。これは好ましいんですけれども、信用買いの数量が急拡大する、2桁%で近似値から乖離しているぐらい直近で大きく膨らんでいるというのは、これは純粋に一般的によく言われる信用買いが後々の売り圧力になると。しかもその信用買いの割合がほぼ空売りの方に移行していますので、これはもうほぼデータ的に相殺する形となって、分析上あまり参考にしない方がいい銘柄となってきます。ということで上からモンスターラボホールディングス、雨風太陽、アベジャと一つ飛ばしていいデータが入っているデザインワンジャパン、この4銘柄を一旦ピックアップして株価の推移、訂正判断をしてみたいと思います。まずは今ご覧いただいたデータをグラフで確認してみますと、こちら珍しく信用売りのデータが結構出ている銘柄ですね。また雨風太陽に関しては上場してから日が浅いので7週2ヶ月分のデータしかありません。こちらの2銘柄、流通株の比率に対して 100% あるいはそれ以上の空売り残量になっていますので、かなり需給が逼迫している状況ではあります。みたいな言い方をしてしまうと、この後逆に良くない情報が出てくるのではないかと予想させてしまいますけれども、一旦ですね、アベジャの方ご覧いただきますと、こちら近似直線を引くとまだ一応正の数を取るようですけれども、結構横ばいの状況が続いていますね。そして最後デザインワンジャパンに関しては、こちらは空売りの数量が3週ほど前から急拡大しています。いずれも高い非常に目立つ棒グラフの状況ですので、拡大の傾向というのはまちまちですけれども、絶対水準としてはかなり好ましい形状かと思われます。そして株価の推移をご覧いただきますと、こちら。まずモンスターラボですね。直近のところ非常に急落していますけれども、これは決算が悪かったということで、本当のモンスターだと揶揄されるほど赤字拡大がひどい決算だったようです。そしてちょうど1ヶ月前ぐらいに一度株価が200円台後半から400円近くまで急上昇しているところ、週に直すと約4週前ということなので、ちょうどですね、棒グラフ4本分、ここで急激に売りのサイドが拡大しているというのがお分かりいただけると思います。ということは、再び株価をご覧いただきますと、今足元にいる株価水準というのは、空売りの比率が拡大した株価急上昇のタイミング以降に積み上がっているということなので、そのタイミングで積み上がった分に関しては、おそらく現状空売りのポジションというのは全然苦しくない、むしろ大きく益が出ているものが多いかと思います。ただ足元で少しずつ棒グラフが折り返してきていますので、この水準感だとそろそろ買い戻しが入ってもいいと思っている向きもあるのかもしれません。ただですね、このシリーズでは基本的に空売りが苦しいポジションにあるものを探しますので、空売りの買い戻しが入るかもしれないという期待では買いの判断はいたしません。続きまして雨風太陽ですけれども、ちょっとですね圧縮したグラフでご覧いただきますと、1ヶ月ちょっとですね上場して
もうすぐ2ヶ月ですが、上場直後に2000円まで上昇した後に1400円を挟んで行ったり来たりといったような推移です。どのあたりの株価で空売りが積み上がっているかご覧いただきますと、4週前ですね。そうすると1ヶ月前ということなので、おそらくこの一番大きな山を下った後のところから多少積み上がっている分があると。ここから株価ずるずる下がっていくようだと苦しくなくなっていきますが、下げ渋って株価上向きになるようだと、空売り比率が拡大した部分、上乗せされたポジションというのは状況として苦しくなってくる、損失が出てくるようなことが期待されるかもしれません。続きまして右上のアベジャ株価推移ご覧いただきますと、先ほどのグラフと同じなんですけれども、一旦ですね、2500円まで下がってからほぼ倍増5000円まで戻っているというような状況ですね。急上昇ではありますが、3ヶ月前の元の水準に戻ったという形です。そうすると、先ほども申し上げたように、空売りのグラフの方は、一応近似直線引くと、まだプラス、購買としてまだ正の数ということでピックアップされていますが、どこかのタイミングで大きな空売りが積み上がっているというわけではなさそう。ある意味、1ヶ月前のタイミングで空売りのポジションが閉じられなかったのが不思議だなというぐらいに比率が横ばいのまま推移しています。そういう意味ではいい方向に考えると、このあたりの水準感はそろそろ空売りのポジションが苦しくなってくる。損益分岐点のあたりなのかもしれません。3ヶ月前、4ヶ月前の株価水準5500円あたりをあっさり超えてくるようだと、空売りサイドも我慢ならんと、買い戻しを入れるか、あるいは耐え続けるのであれば、そもそも株券の流通が逼迫する。そんな状況になってくるかもしれませんが、正直3000円を割る水準で1ヶ月前にピックアップされていたのに買えなかった銘柄を今5000円で買うと、これはですね、ちょっとカモられはできません。そして最後右下デザインワンジャパンについて、こちらに関してはずっとじりじり下がっていく展開で、少し横ばいになってきたかなという状況です。ご覧のようにじりじり下がっていくような展開というのは、需給分析上はあまりよろしくない。空売りのポジションがどこのタイミングで構築されていても損失が膨らんでいるような苦しいポジションにはなっていないと考えられるからですね。さてじゃあ今回から次回にかけての検証はどの銘柄をカモラレは購入するんだと気になる方もいらっしゃるかもしれません。一旦その前にですね、先週あるいは先々週から非常に急ピッチで株価釣り上がっている銘柄というのがあるんですけれども、こちらの分析でもその銘柄が出てくるようなスクリーニングというのがあります。これはですね、意図的にその銘柄が出てくる条件というのを探していますので、過去の検証には使えますが、次どのような銘柄を需給逼迫の影響による期待値が高いと判断するのには良くない。つまりこれから投資する際にはこういった手法はしてはいけないんですが、その急ピッチで株価が釣り上がった銘柄がどのようなデータになっているか、一旦確認、検証したいということで、直近の空売り比率 50% 以上というのと、信用買いの比率が 30% 以上。この条件だけにしますと、ご覧のようなリストに変わります。購買がマイナスのものも出てくるという形ですね。そうするとこちらのシリーズ分析をするきっかけとなった海半という銘柄。これが購買マイナスでピックアップされませんでしたけれども、空売りの比率自体は 75% と高水準。信用買いの数量も 40% 近くありまして、需給の逼迫度合いとしてはまだ魅力的な水準です。さらには下から2番目、株価を急上昇させている水色のシャドウになっている銘柄ですね。売れるネット広告者。こちらのデータを確認していきますと、まず空売りサイドの購買に関しては 4.17 と、これは半年スパンでデータを取れる銘柄の中ではかなりの大きな数値となっています。先ほどの雨風太陽、あるいは S ネットワークスといったような銘柄ですね。上場してから日が浅い銘柄の購買というのは取ると、当然角度はつきやすくなりますので、数字大きくなる傾向にありますが、こういった上場してから間もない銘柄の購買の大きさというのは判断から除くと、売れるネット広告者の 4.17 というのはかなりの大きさです。そして一番右側の信用買いの直近比率と近似値との乖離。これがマイナス 1.57 と、程よくですね、信用買いがクローズされにかかっていると。いわゆる需給逼迫しすぎて株価上昇する、株券が足りなくなるトリガーが見受けられるわけです。逆に空売りの直近比率と近似値との差というのが
マイナス 10.34 と、直近非常に空売りのポジションが閉じられているというのがお分かりいただけます。これだと悪い条件が入っているのでピックアップされないじゃないかと思われるかもしれませんが、これは株価が釣り上がった後にデータが変わったからマイナス 10.34 になっているだけであって、それより前の段階、つまり先週、先々週の状態でデータを分析すると、ここがプラスになる。ちゃんと売れるネット広告者はピックアップされたわけです。それがどのような状況を示しているかご覧いただきますと、先に株価ですね。2月の頭には1000円台、あるいはそれを割り込むような水準でしたが、ここから何日もですね、ストップ高を繰り返して6000円まで一時は急騰しました。こちらの銘柄のですね、空売り算や信用買いの比率というのをご覧いただきますと、こちら、株価が急騰する前の段階ですね、1月のところから空売り算、信用買いの比率というのが急拡大しているのがお分かりいただけます。そうするとですね、この2つの状態の時に、つまり急騰前の2月の段階でですね、先ほどのデータを取っていると、購買あるいは直近の比率というのが近似値に対して大きくなっている、プラスに出てくるわけです。それが直近のところで、具体的には2月9日の週にはもう信用買いの比率というのが少し折り返し始めた。つまりトリガーが発生した。こういった状況が非常に理想的に発生しているのがお分かりいただけると思います。だったらなんでカモーラで売れるネット広告者を前回の動画で出してくれなかったんだと、もう絶対怒られると思います。しかしこれはおそらくカモーラレのせいではありません。非常に言い訳がましいですが、こちらのデータを使っているのは日証協のデータなんですけれども、実は2月の8日に年明け以降の1ヶ月間のデータをすべて遡及修正されました。つまり間違ったデータを年明けからずっと日証協が出していたせいで、この売れるネット広告者の数字がとんでもなくおかしい数字になっていたんですね。そして2月8日に修正された分をすべてファイル直すと、ご覧のような理想的な形が出てきたわけです。ということで、先ほどのアベジャといい、こちらの銘柄といい、予兆の分析ばかりしていて、なかなか株価の急騰、実際の獲得がうまくいっていないわけですけれども、他の銘柄それなりに取れていますので、カモラレ自身の中では、そんなこともあるかと落とし込んでいますので、皆さんもお怒りを沈めていただけると幸いです。さて話を戻しまして、この売れるネット広告者の形がこちらのシリーズ分析の前提に非常に沿った形になっているということで、先ほどのリストですね。こちら、売れるネット広告者、このデータ近辺で同じような特徴が出ている銘柄。一番下の南海化学と一つ上、ツーストーン&サンズは信用買いの膨らみというのが気になりますので、もう一つ上、GDEP アドバンスという銘柄ですね。この2つの銘柄非常に数字としては魅力的なもの出ていますので、これをピックアップしたいと思います。そうするとまずはこちら GDEP アドバンスという銘柄と南海化学ですね。それぞれの空売りと信用買いの比率をご覧いただきますと、GDEP アドバンスの方はちょうど1ヶ月前ほどに若干空売りの方がしぼんでからまた今月拡大していっているというような状況ですが、非常にわずかな変化でほぼ横ばいと言って良いかと思います。一方で右側の南海化学ですね。どう見ても誰が見ても拡大傾向です。それではそれぞれの株価推移ご覧いただきますと、こちら GDEP アドバンスは若干上向いてきている。そうするとですね、前回のトリプラと同じように、この上向き傾向というのが続けば続くほど空売りのポジションというのが苦しくなってくるということなんですね。そして若干の変化ではありますけれども、この1ヶ月間に積み上がったということなので、まだそんなすぐに解消できるような利益は全然出ていないかと思われます。そして右側南海化学という銘柄ですけれども、こちらの株価推移はご覧の通り、空売り、信用買いの比率ともに12月以降ですね、トントンと上がっているんですが、株価の推移というのも全然下がってきていないですね。ですので、ポテンシャルとしてはおそらく株価上方向に上がりたいんですけれども、空売り勢がここまで蓋をしてきて、4500円、5000円のレンジに押さえつけられている。そんな展開が続いてきたんではないかということで、これは非常に空売りのポジション、苦しい数字になってきているんではないかと思われます。売れるネット広告者ほどの爆発的な上がり方というのは、なかなか探すのは難しいですけれども、今回はですね、この GDEP アドバンスという銘柄と南海化学、それから先ほど途中でご紹介した雨風太陽、
これを検証する対象の銘柄にしたいと思います。モンスターラボ、あるいはデザインワンジャパン。この2つに関しては、一応動画公開時点では購入フラグは立てませんけれども、その後の推移見守っていって、下げ渋るようでしたら、ちょっと打診買いしてみるかもしれません。ということで、今回はいつも以上に銘柄数多くなってしまいますが、ちまちまとですね、毎回同じように投資行動を繰り返していても、検証、ブラッシュアップになりませんので、多少はですね、新しい要素も加えながら進めていきたいと思います。おそらくこちらの結果については来月またご紹介するかと思いますので、気になる方は高評価チャンネル登録していただけますと幸いです。そして新しいことをしないと意味がないと少し申し上げましたが、そもそも振り返ったところですね、今こちらのシリーズで分析しているのは、左側貸し手において ETF や投資信託、あまりというかほとんど現物保有がなくて、空売りに使われている株券の調達が信用買いのポジションに依存しているような小型株。マーケットで言うと、スタンダードあるいはグロースマーケットに上場している銘柄です。これが分析の対象になっているわけですけれども、最近ですね、桜インターネットという銘柄、当チャンネルでもご紹介しましたけれども、これが非常に急騰したわけですが、その銘柄というのはトピックスに含まれる現物保有のファンドが数多くある銘柄でした。つまりプライム上場の銘柄ということなんですけれども、この中でですね、さすがにスタンダードやグロース市場の小型株ほどの空売り比率の大きさというのは出てきませんけれども、現物保有がある分ですね、多少絶対的なグラフの大きさというのは見られなかったとしても、巨大ファンドたちが持ち続けている分、少し比率は低くなりながらも同じような検証ができる巨大な銘柄に関しては、この分析全く通用しないと思いますけれども、桜インターネットをはじめとする時価総額1000番以降のような銘柄、これは分析価値があるんではないかと考えて、同じようなロジックでご紹介したいと思います。そして、これまでのシリーズにおいてなかった新しいデータが現物保有プライム上場の方にはご提供できる。それはですね、次回のお楽しみということで、新たなユニバース、新たなデータを用いて需給逼迫を探していく、手を伸ばしていこうということですね。そちらもぜひご覧いただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。